おらすこんにちは、ポテトで今日もデータぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ミドルシュートについてゴールキーパー能力何が一番大切か調べてみたやっていきたいなと思います。ということでですね、イフトがね、新しくなってからですね、ゴールキーパーの、なんか仕様っていうのかな、今後だいぶ変わってきたかなと思いますから、ここについてもね、またやっていきたいなと思います。なんか久しぶりにやったんですけど、結構時間かかるよね、やっぱり。疲れちゃったよ。なんかずっと同じ動作しすぎてて、なんか左手の手首ちょっとおかしくなってるもんね、今ね。腱鞘炎みたいな。はい、そんなことどうでもいいんですが、今回もね、しっかりやってきたんで、しっかり比べてきたんで、見ていきたいなと思います。で、ちなみに皆さんどう思いますかね。ゴールキーパーセンス、コラプシング、ディフレクティングですね。この3つ何が一番大切にしてますか。そんなところもね、皆さんの経験とか感覚とかも照らし合わせながら見ていただけたらなと思います。はい、検証方法ですね。検証方法はゴールキックをカットして、そのまんまペナ外ぐらいからですね、ミドルシュートを打っていくと。で、この時にですね、ファーに向かって蹴っていくわけなんですけども、ここでね、ゴールキーパー、どれだけ止められるのか、そんなところをね、見ていきたいなと思います。で、今回なんですけども、一応ね、50本ずつ、言うて50本なんで、もちろん運とかもあったりはするので、あくまでこう、傾向というかね、そういうところが見えればいいかなと思ったんで、できましたよということです。で、使っていく選手はブッフォンを使っていこうかなと思うんですけども、ゴールキーパー1だけに振った状態、ゴールキーパー2だけに振った状態、ゴールキーパー3だけに振った状態ですね。これを順々に見ていって、どれが一番止めるのか、これを見ていきたいなと思います。あと監督はね、監督マネジメントはですね、70の監督を使っていってですね、他の補正は何も入らないような状態ですね。キッカーはですね、今来てるパック版のメッシにしました。で、キック力、そして決定力だけに振った状態で絶好調になってますよ。ゴールキーパーは調子普通ですね。なってますよって感じです。実質ですね、このメッシに関しては決定力、キック力ともに96、7ぐらいとか、ほぼカンストに近い状態になってんじゃないかなと思います。この状態で、どれだけ止めれるのか、これを見ていきたいなと思います。センス101ですね。ゴールキーパー1に振った状態です。見ていきましょう。センス101、ジャンプもね、89ぐらいになってるかなと思うんですけど、でもそれなりにね、結構やってた使用感で言うとね、止めてくれてたのかなというような感覚はあります。毎回がですね、いいコースに打てるわけじゃないので、そう考えると、いいコース、神コースみたいなところ以外は、割とね、弾けてくれてたんじゃないかな、みたいな気はしましたね。はい、次ですね。ゴールキーパー2に振った状態です。ディフレクティング、そしてクリアリングがね、101になってますよという形です。これで見ていきましょう。ディフレクティングね、結構ミドルシュートっていう意味ではね、セービング範囲とかがね、広がると考えたら、ディフレクティングが一番ね、止めそうな気もしますけどね。実際アンケートとかでもディフレクティングが多かったんじゃないかなとは思いますね。ただですね、これ見ていくとわかるかなと思うんですけど、意外に入っちゃってる感じありますよね。正直やってた時もね、かなり、あれ入っちゃうなみたいな。あとなんかちょっと反応遅れてること多くないかなみたいな、そんな印象でしたね。さあ最後ですね、ゴールキーパー3ですね。コラプシング101になっている状態です。キャッチングは99になってますけどね、ほぼ今回キャッチングないかなと思いますから、その辺は踏まえて見ていきましょう。前作で言うとね、コラプシングが一番成績良かったんで、今回もどうなのかなって感じはしますけどね。初戦操作してるの、このポテトなんで、不平等性なくすために、25本ずつね、センスやって、ディフレクティングやって、コラプシングやって、もう一回センス25本やって、ディフレクティング25本やって、コラプシング25本やって、みたいなね、感じでやってきましたよというところです。かなり理不尽にね、それ止めるんだ、みたいなシーンはかなり多かったような、そんな気がしましたね。はい、というところで、まずは結果見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、というところで、上からですね、こっちがゴールキーパーセンス1。でこれがディフレクティングゴールキーパー2に振った状態、こっちがゴールキーパー3に振った状態ですね。はい、ということで明らかに差が出ましたよという形でしたね。ゴールキーパーセンス、ゴールキーパー1と、ゴールキーパー3に振った状態、この時はね、かなり止めてた。でゴール数とか、セーブ数は若干ね、微妙にコラプシングの方が勝りましたけど、そんなに差がないレベルなのかなとは思いましたね。正直どっちでもかなり止めてたなというような印象がありました。派手なっていう感じはないんですけど、単純に確実に弾いてくれてるというかね、弾き出してくれてる、そんな印象がありましたね。ディフレクティングですね。ちょっとこんな差出ると思わなかったな。
だいぶね止めれなかったっていう印象がありましたね。まあ何本かね弾いたやつで綺麗に弾いてくれてるとかそういったものはあったんですけど、そもそもボールに触れない、遅くてボールに触れないみたいなシーンがねかなりあったんじゃないかなと思いました。なので、こんな感じの差になりましたね。はい。で結果だけこれ見てもねちょっとしょうがないので、実際どう違うんだろうか、それをね見ていきたいなと思います。まずはですね、ゴールがどれだけ甘いコースに入ったかみたいなところを比べていきたいなと思いまして、ちょっとね線も引いときましたけども、このボールのね影の位置をちょっと見てほしくてですね、左からゴールキーパー1、ゴールキーパー2、ゴールキーパー3に振った状態になってます。ゴールキーパーセンス、ディフレクティング、コラプシングですね、なってるんですけど、この今表示しているのはですね、一番今回測定で一番甘かったコースですね。失点した中でも一番コースが甘かったやつを持ってきました。で、ゴールキーパーセンス、そしてコラプシングに関してはですね、だいたいボール1個2個分ぐらいのところが一番甘いコースというのかな、失点の中ではありましたよと。で厳密に言うとね、コラプシングが微妙にコラプシングがねボール半個分ぐらいコース厳しいところまで、止めていたというですね、これよりもちょっとでもこっち側内側に入るともう全部止めてたというような形になってきます。でここの差はね、センスとコラプシングの差はいいとして、ディフレクティングですよ。ボール1個分違いますからね。ここのコースまで入っちゃってた。で、しかもボールが高かったらね、しょうがないかなって感じしたんですけど、そんなこともなかったので、ちょっとここ明らかに差が出ちゃったんじゃないかなというところがわかるかなと思います。はい、じゃあ実際どう違うんだろうかみたいなところを見ていきたいんですけど、これはねリプレイのシーン持ってきたんですけども、緑がゴールキーパーセンス、ゴールキーパー1に振ってる状態で、こっちの通常がですねゴールキーパー3ですね、コラプシングの方ですやっていきます。ちょっとこの2つ良かった2つをね見ていきたいなと思うんですけど、シュートに対してはいここの反応ですね。そもそもですね立ち位置が若干ねこのメッシュの位置が違ったんで若干ずれちゃってるんですけど、ゴールキーパー1の方が左側に寄ってますよね。その状態から見ていくと、ボールが来まして反応して、はいこんな感じ。ほぼほぼ同じ動きしてますかね。強いて言うのはコラプシングの方が若干ねボールの近いところに迫ってる気もしますけどね、最初から最後まで立ち位置の差が縮まらなかったというかね、同じだったというような感じになっています。これを踏まえた上でですね、今度はディフレクティングゴールキーパー2と比べていきたいんですけど、この青いのがゴールキーパー2、ディフレクティング101の状態になってるんですけど、これを比べていくとですね、はいわかりました。ここまで立ち位置同じですよね。最初立ち位置同じなんですよ。でここまでも動き同じなんですけど、この後ピッてほらわかりますか、ここの時点でだいぶコラプシングの方が一歩飛び出してるの分かりますかね。一歩大きいサイドステップというかね、一歩入ってるんですよこれで。ディフレクティングの方もちょっと入ってるんですけど、弱いですよね。短いというかね、立ち位置最初同じなのに手伸ばしてみると最大1個分ぐらいかな差が出ているという形になりました。はい、ここなんですよね。これもちろんねさっき見てもらったゴールキーパーセンス101のブッフォン比べていくとですね、この時点のここではゴールキーパーセンス101のブッフォンは一歩踏み出してますよね。ここなのでゴールキーパーセンスとコラプシングが高い2人はこの大きい一歩を踏み出せてるんですよね。これ素早い一歩っていうかね踏み出せてるんですよね。これがディフレクティングだとちょっと出なかったという形になってきました。ディフレクティング101の方もこの速い反応というかねステップができないかというとそういうことではないんですけど、おそらくねゴールキーパーセンスコラプシングどちらかが高いとこれがね高確率でこれが出るみたいなイメージなのかなと思いますね。じゃあ反応の部分は本当にこれゲームなんでねやっぱ確率の部分は出てきちゃうと思うんで、それが高確率で速い反応が出るみたいなそんな感覚なのかなと思います。で次ですね、これもリプレイ持ってきたんですけど、セービングのところちょっと見てほしくて持ってきたんですけど、これ左からねゴールキーパー1、ゴールキーパーセンスですね。でこれがディフレクティングゴールキーパー2ですね。これがゴールキーパー3のところになっていくんですけど、見ていくとはい、モーションはねほとんど同じではあるんですけど、これ分かりますかね。ここコラプシングとゴールキーパーセンス、これもう手ピンって伸ばしてますよね。ディフレクティングまだ出してないんですよ。伸ばしきれてないんですよ。でこの後ここでやっと出ます。この差ですよね。これもさっき見たのと同じなんですけど、ここグッて早く踏み込んで飛ぶ準備までできてるこの2つに対して、まだここは右足浮いてますからね。
ここでやっと飛び込むみたいな感じですから、これだけ差が出ているという形になりました。なので単純にですね、反応が遅いというか動きが鈍いみたいなそういう感覚になってるんじゃないかなと思いますね。リフレクティングの弾いた範囲っていうのかなが広がるのかなと思って見てみたんですけど、ここに関しても正直ね変わんなかった。リフレクティングが一番遠くのボールをね弾いてるシーンとコラプシングとか弾いてる中で一番遠かったシーンっていうのかなを比べてみるとほぼほぼ同じっていう感じになりました。ちょっとここまで来るとね、リフレクティングなんやねんって感じにはなっているんですけど、ちょっとこれで見たようにですね、動きがそもそも一歩が遅いから、そのポテンシャルはあんのかもしれないんですけど、ちょっと今回はそんな発揮できなかったという感じなのかなとは思っています。で、ここまで来るとね、リフレクティングのネガキャンみたいになっちゃうんで、それをしたいわけではないんですけど、ちょっとリフレクティングの良かったシーンっていうのもね、ちょっと見ていきたいなと思います。で、下がですね、ディフレクティング、上がゴールキーパーセンスですね、ゴールキーパー1、こちらゴールキーパー2に。はい、これどっちもね、弾いたシーン。はい、わかりますかね。この弾いた後のボールですね。これがもう前に飛んじゃってたりとかする。これはコラプシングも同じなんですけど、なんか安定しないというかね、弾いた先が安定してないって感じはありました。ディフレクティングに関してはね、クリアリングも高くなってるんで、こういった感じで確実に外に出したりとか、で、これもそうですね。はい。これも結構どっちもね、よく弾いてるかなって感じはするんですけど、この後のボールの質を見てほしくて、わかりますかね、この違い。ディフレクティングの方はここまでね、ちゃんともうコーナーになる形になってます。で、ゴールキーパーセンスの方は、これまだワンチャン詰められそうですよね。試合の中だったらね。そんな感じがしてます。これもそうですね。これも微妙にね、よく弾いてはいますが、弾いた後ですね、もうすぐストレートにコーナーになるディフレクティングと、ちょっと不安定してるの分かりますかね、ボールが。バーンってして。こんな感じ。微妙な差といえば微妙な差ですけど、こんな違いが出てたりします。で、このシーンなんかは上がコラプシング、こっち下がディフレクティング、ゴールキーパー3、ゴールキーパー2になってますけど、はい、どっちもね、よく弾いてはいるんですが、これですよね。この弾いた後ですね。コラプシングの方はポストに当たって、このまま詰められておかしくないですよね。なんですけど、ディフレクティングの方はしっかりとコーナーに出しているというようなシーンになりました。はい。若干ではあるんですが、こんな違いが出てきますよということが分かりました。いや、だいぶちょっといろいろ喋っちゃったんで分かったかな。そんな違いが出てきましたよという感じですね。はい。というところで、一旦今日は結論です。速いミドルシュートを止めるには、コラプシングが一番効果的とします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきました。ちょっといろいろ喋っちゃったんで、かなり長くなっちゃってるかもしれないんですが、こんな感じでね、違いが見えてきたかな。目で見てね、違いが見えてきたんでよかったかなと思います。50本でも全然わかるぐらい、違いが出たかなとは思いますね。単純に弾いた後、ボールにさえ触れてしまえば、すごくいいセービングっていうのはできてるのかなと思うんですけど、まずそもそもその前の部分の弾くまでのシーンっていうのは、ちょっと、違いが出ちゃったかなというね。ので、優先度というかね、に関してはね、ちょっとコラプシングとかの方が高くなってくるのかなって気はしちゃいますね。そもそも触れないと話にならないですからね。で、今現環境で言うと結構キック力高い選手多くなってきてるし、今作になって結構キック力の影響って大きくなってると思うんですよね。ボールスピードに関しての。なので、そういった意味ではね、ちょっとコラプシングは結構重要なのかなと思います。ゴールキーパーセンスでもいいかなという感じはなりましたね。一応数字上はコラプシングの方がね、高かったって感じになりましたが、コラプシングとセンスどっちの方がいいのかと言われると、微妙なラインではあったかなとは思いますかね。個人的にはキャッチングも上がるんで、コラプシングの方がいいかなとは思いますね。今回も見ていって、ゴールキーパーセンスはね、ジャンプ89まで上がってますけど、ぶっちゃけセービングに関してはそこまで変わらなかったなというのが正直な印象なので、ジャンプ上げるよりはキャッチング上げちゃった方が正直いろいろ効果が出てきそうな感じはしてましたね。で、こうなってくるとですね、ゴールキーパーセンスとコラプシング上げたらどうなるんだとかね、ディフレクティングとコラプシング上げたらとかね、ディフレクティングとゴールキーパーセンス上げたらどうなるんだっていうね、これ気になるよね、気になるとは思うので、これはまた
やっていきたいなと、近いうちにねまたやっていきたいなと思いますけどもね、一旦は、シンプルな検証として、実践的なというよりはシンプルなね仕様の部分として、ゴールティーパー、センシティ、フレクティング、コラプシング、それぞれのね役割みたいなところを見たかったんで、こんな感じで検証してきました。はい、というところでしょうか。またちょっとねいろいろ今夏とかも含めていろいろ見たいのがいっぱいあるんですけど、ちょっとね結構ねごめんなさい、これ結構時間かかっちゃうんですけど、ぜひよかったらですね友達にも勧めてください。ちょっとこの反応によってね、ちょっと今後僕がこのゴールキーパー現象をどれだけやれるかっていうのは正直決まってくるんでもう結構ガチな話ね。これ結構日にち潰してるからね、この検証、この動画出すのにね。なので、どうかよろしくお願いいたします。はい、ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。この動画良かったら、参考になった面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。